こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和6年度における個別労働紛争解決制度の施行状況が発表になりましたので、その内容について解説をしていきたいと思います。この個別労働紛争解決制度の施行状況を見ることで何がわかるのかというと、各種相談件数が増えているのか減っているのか、どういう相談が増えているのか減っているのか、そこからどういうトラブルになっているのかなどが見えることができます。そういった形でですね、最近気になっているのは、数年前まで相談件数って100万件でしたけど、ここ数年は120万件という形で非常に増えてきているのが特徴的。また、近年増えているのが、採用によるトラブルですね。以前はパワハラ等が多かったんですが、少し減少傾向にありまして、最近は採用に関するトラブルが増えているということになりますので、そういった状況を見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは個別労働紛争解決制度とはどういったものなのかを見た上で、令和6年度の施行状況について、そして気になるのが労働条件の引き下げトラブルというところ。そして今後注意をしていかなければいけないのがカスタマーハラスメント、カスハラと言われるもの。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは今回ご紹介をする個別労働紛争解決制度ですけれど、どういったものなのかですが、個々の労働者と事業主との間の労働条件、または職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止をして迅速に解決を図るための制度として設けられたものになっています。そしてこの制度の構成として全部で3つ設けられています。まずは総合労働相談ということで、全国379カ所において、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための相談コーナーを設置をして、専門の相談員が対応するというところ。そして、さらに助言指導ということで、ここは都道府県の労働局長が行うことになりますけれど、民事上の個別労働紛争について自主的な解決を促進する。そして助言はですね、口頭または文書で実施をするというもの。それでもですね、なかなか解決をしないという場合には、斡旋というのが設けられています。これは紛争調整委員会が関与して行うものですけれど、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会が間に入って解決を図るというもので、労使の間に入って話し合いを促進をしていくものという形になります。こういった3つの制度を用意して、労働トラブル未然に防ぐような形で進められております。では、こういった制度、令和6年度においてどのくらい活用されたのかと言いますと、以前、100万件で高止まりというのを動画でご紹介をしたことがありますけれど、今はですね、120万件超えになってきております。そして120万件超えが5年連続ということで高止まりをしている状況。そして、この制度の施行状況、利用状況ですけれど、何もトラブル問題だけではなくてですね、法制度の問い合わせなどについても対応している関係で、全てがトラブルに結びつくわけではないんですが、一番多いのが法制度の問い合わせという形で81万件。そして、労働基準法違反の疑いがあるものが20万件。労働紛争に関するものが26万件という形になっております。当然ですね、丸2の労働基準法違反の疑いのあるものに関しては相談を受けた後にですね、労働基準監督署への取り次ぎが行われるという形になっております。ここはですね、20万件となっておりますけれど、その前年、令和5年度においては19万件でしたので、ここも増加傾向にあるというところ。そして、労働紛争の疑いがあるものに関しても26万件ということで、この労働基準法違反の疑いがあるもの、労働紛争に関与するものに関しては、前年比で増加傾向にあるということになります。そ
そして、労働紛争に関するものになってくると、個別労働紛争の内容ですけれど、やはりですね、一番多いのは、いじめ嫌がらせというところで、17.4% が占めている。ここはですね、もう13年連続で一番多い項目になっているわけですけれど、件数として見ると前年比で 8.5% 減少ということで、徐々にですね、割合は高いものの減少傾向にあることがわかります。そしてその他に自己都合退職や解雇といったトラブルの内容が多いんですが、近年増加傾向にあるのが労働条件の引き下げ、そして退職勧奨に関わるもの。ここが非常に気になるところですね。労働条件の引き下げに関しては 9.8%。退職勧奨に関しては 8.1% が個別労働紛争内容の割合を占めているという状況になっております。ではですね、この労働条件の引き下げについて見ていきたいと思います。この労働条件の引き下げに関するトラブル、相談ですけれど、やはりですね、採用のミスマッチといったところが非常に大きい。最近はですね、令和7年5月の段階で有効求人倍率が 1.24 倍という形になっております。すなわち、求職者1人に対して求人が 1.24 件という形になっている。非常に人手不足といった状況がありますので、そういった中であまり面接が十分でない中で即採用をしてしまうというケースが増えている。最近はですね、隙間バイトみたいなところもあって、そこのトラブルも増えてきているわけですけれど、この採用時のミスマッチを非常に増えてきている中で注意をしてほしいので、やはりですね、採用時には労働条件の明示というのが義務になっていますので、きちんとこのあたりを作成をして交付をしてほしいと思います。労働条件の明示に関しては、絶対的明示事項と相対的明示事項というのが基本的にはあります。また短時間労働者等の場合はですね、追加の明示事項というのもありますけれど、まずはこの条件の明示というのをしっかりと行ってほしいと思います。また、それと合わせて、令和6年4月からこの明示内容というのも変わっています。今現状は労働条件通知書等を発行しているという会社もですね、令和6年4月以降の改正内容もしっかり踏まえられているかどうかというのを確認をしてほしいです。内容的には就業場所ですとか、業務の変更の範囲についての記載、更新上限の有無とその内容、無期転換権の申し込みの機会、無期転換後の労働条件等を記載をするということになっております。そういった内容もですね、今現状発行をしている労働条件通知書、記載されているかどうか確認をしてほしいと思います。そして最近問題になっており、今後相談件数が増えてくるだろうと思われているのがカスタマーハラスメント、カスハラと言われるものですが、顧客等からのクレーム、言動であって、社会通念上不相応、そしてかつ就業環境が害されるものという定義になっておりますが、こちらに関しましては、調査結果によると、55.3% の企業でカスハラ対策っていうのが行われていないと、方針が明らかになっていないという形になっております。そしてカスハラ放置しておきますと、業務パフォーマンスの低下、健康不良、そして現場対応への恐怖、苦痛などによって、その結果、休職ですとか退職になってしまう可能性もあります。人手不足の折、こういった形で休職、退職になってしまうのは非常に企業経営にとって痛いという形になります。また、企業側もですね、カスタマーハラスメント、放置をしておくと安全配慮義務違反を取られる可能性もありますので、対応をしっかりと行ってほしいと思います。そして最後に注意点とまとめです。
最近ですね、採用に関するトラブルが増えているというところですけれど、やはり採用時、そして採用後も、労働トラブル防止のために、労働者との十分な話し合いをしていただいて、未然に防ぐ、早期解決をしてほしいと思います。また、カスタマーハラスメントと合わせて、労働安全衛生法の改正によって、ストレスチェックというのが全事業所で義務化をされるということになっております。施行日はまだ決まっておりませんけれど、3年以内に施行という形になっておりますので、やはりですね、労働者のメンタルの部分のケアもしっかりしてほしいと思います。そしてカスタマーハラスメントですけれど、東京都がいち早く条例を施行しておりまして、そのカスタマーハラスメント対策に関する奨励金というのを設けておりますので、東京都内に事業所ある会社さんは、こういったカスタマーハラスメント対策として奨励金等の活用もしてもいいのかなというふうに思っております。人手不足の中でですね、大切な従業員との対話というのが、従業員の定着、そして今後の新規の採用の強化につながると思いますので、ぜひですね、面談を実施をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。